グータラズです。今日はね、ディアゴのカーライフ、俺のカーライフだね。40ソアラ。この間の続きです。エンジンルームにね、まだまだ花がない。ってことをね、ちょっと自分でだって自分で問題視してね、前回はスルガスピードのサクションパイプ、エアコントロールチャンバーだね。7万もしたバカ高いやつ。つけたんだけど、まだまだ花がない。ってことでね、もうちょっとね、こう花を持たせようと思って、エンジンルームのドレスアップね、やっていきたいと思います。そう、このエンジンカバーね、ぶった切ったんだよね。したらめっちゃダサいの。ほら。なんでね、あれ外します。めっちゃダセいと思って。ダサくなっちゃった。でね、今回はね、アーシングやっていきます。これ汚いのはこれ違うね。そうそう。アーシングとは、自動車の電気系統にあるマイナス極低しっていうようなね、ことになります。まあね、やっぱいろいろね、賛否あります。アーシング。全く意味ないっていう人もいればね、かなり効果があるっていう人もいます。まあ実際ね、俺の場合、これにつける場合、ドレスアップ目的です。エンジンルームにね、少し花をってことでね、ドレスアップが目的でね、ちょっとアーシングしていきます。なので、アーシングキットではなくてね、もうそもそもオーディオやろうと思って取っといた、あれ何ゲージかな？ちょっと太いね、何ゲージだろうあれ。その配線があるので、それをね、1本ずつ切って、で、作っていきます。長さごとね。そう、1箇所にまず集めて、で、ここに集約させて、そこからね、アースしていくっていう作戦にします。ぶっとい線をつないで、マイナスにつないでね、アースします。そう。これをね、1本ずつ切ってね、長さ揃えて、で、配線していくっていうようなね、やり方を取っていきます。キットでもいいんですけどね、今回はドレスアップがメインなんで、1本ずつ長さを揃えて、きっちりとね、作りたかったんでね、あとお金なかったから。家にあったね、家に余ってたさ、この配線で使うだけなんだけどね、余ってはねえか。いつかオーディオやろうと思って取っといたね。これ何ゲージだっけな？これ8ゲージだっけな？ゲージ忘れちゃった。1本ずつね、仕上げて、1本ずつ切って製作してつないでいきます。まずはね、そこに、まずスタートだね。ほら、あんなにあるから。そう、つける位置はね、いろいろあります。ネットにね、いっぱい転がってるんでね、つける人、やりたい人はね、ネット調べながらね、やった方がいいです。で、アーシングによるデメリットもね、結構あるので、それもね、調べた方がいいです。バッテリーが弱くなるだとか、あとはアーシングして故障するとね、メーカー保証が受けれないとかね、そういうのも結構あるのでね、注意が必要です。そう、ぶった切ってね、また線作ってって地味な作業なんで、割愛しました。でね、あそこにバッと集約させました。綺麗にね、ほら、綺麗に、本当にね、ドレスアップがメインなんで、ね、綺麗にってことがね、目的です。ほら、本当美しくなったな。本当にタイルアップを使って線をきれいにまとめるっていうか、こう線をいかに見せるかっていうのをね、意識しました。で、ちょっと耳だって、右のバンク側がね、ちょっとね、あそこ空いてるので、ほら、あそこら辺。ちょっと寂しいなと思ってね、あそこにもね、作っていきます。配線していきましょう。ってことで見てください。こんなにやった。ここまでやれば見た目もね、バッチリでしょう。ってことで、あそこにね、集約させて、で、1本ね、アース持っていくっていう感じです。いや、ここまでやれば見事だなっていう風にね、綺麗にやりました。本当に長さも揃えて。いや、意外とこの、1本ずつ作るっていうのがね、やっぱ手間ですね。手間ですけど、本当に長さ揃えれるので、本当に綺麗になります。少しね、華やいできました。そうそう。当初の目的のね、華やぎをね、見えてきました。でね、チェックしていきます。チェックっていうか、やっぱり配線関係なので、ショートしたりだとかする場合もあります。本当に気をつけてください。不具合がないかね、エンジンをかけてチェックしてね。で、プラスだとかね、
当たると燃えますから、配線ですからね。ほんとその辺すごくね、気遣って、そして綺麗にね、配線していくことがね、アーシングのコツかな。ってことで、次はね、走行インプレッションしてみましょう。じゃあね、効果があるのか、アーシングの効果はどれほどあるのか、ちょっとね、インプレッションいってみましょう。天気悪いな。うちのキャコが来た。おかえり。ちょっとその辺ぐるっと。いってらっしゃい。おかえり。ささ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 。おお。これはね、これは明らかに違うよ。これはね、明らかに違うわ。これはね、すごいな。嘘でしょ。こんな変わる？この間の7番のサクションパイプと比にならねえぞ。こんな変わる？ってぐらい変わる。すごいな、アーシングの効果。こんな変わる？待ってちょっとね ECT をパワーにしてみよう。こんな変わる？嘘でしょ。トルクはね、明らかに変わったね。こんな変わる？うわ、めっちゃいい。これこんな変わるんだ。アーシングはね、おすすめです古い車だからね、これもね、もう古いから、効果がないっていう人もいるけど、やっぱり配線もね、劣化するから、そういった意味ではかなりね、効果があると思います。いやもうね、走り出した瞬間から分かる。これは鈍感な俺でも分かる。この間のサクションパイプはよりすごいな。これこんな安い金額でできんだったら、古い車乗ってる人はやった方がいいかもしれない。新しい車はね、多分そんなに効果ないんだと思うよ。配線も新しいから。古い車に乗ってる人はね、これはかなり効果があるわ。全然違うよ。明らかに違う。明らかに違うな、これは。すげえ。排気量大きい車なほど変わるような気がする。ここまで変わるんだ。ローレンジスタート行ってみよう。まだ赤だからね。さローレンジスタート行ってみよう。エアコンオフにしてね。ドレスアップ目的でアーシングしたけど、絶大な効果があるね。本当にやべえな。いや、すげえ。これは本当にもう単純にパワーが上がったって感じだよ、これは。単純に上がってるな。
てことでね、かなり効果がある。絶大だな。ってことでね、ドレスアップのつもりでやったアーシングでしたけど、いや、めっちゃ効果があったね。これほどまでに効果があるとはね、思わなかった。すごいな。やっぱ古い車ですからね。その効果も大きかったんでしょう。今こうやってエンジンルーム映してますけど、もう少しこうね、華やぎたいですよね。もうちょっと足りないな。なんかまだ足りない。なのでね、次回は、もう何かな、キャッチタンクとか、シリコンホース系ね、やっていけたらいいかなって思ってます。ってことで、今回はね、ドレスアップのつもりでやったアーシングでしたけど、やっぱものすごく効果がありました。古い車ですからね、古い車ほどきっと効果があるんでしょう。配線も劣化しますからね。新車とかではね、そこまで効果は得られないんでしょうけど、古い車乗ってるんであればね、かなり効果があると思います。配線関係なのでね、やる人はきっちりその配線だとか処理しないと車ね、燃えたりしますんでね、気をつけてやった方がいいと思います。ってことでね、次回はキャッチタンクとかつけようかなとか思ってます。もう少しね、このエンジンルームに花をね、持たせてあげたいなと思って、まだまだやっていきます。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに